回は前回木の陰影の付け方をご紹介しましたので、それを使って風景を描いていきたいと思います。では使用する緑の色を確認しておきたいと思います。まず一番使いやすい緑のサップグリーン、こんな色です。ではこのサップグリーンを中心に考えます。サップグリーンにイエローを足します。こちらのパレットはすべてオルベインの絵の具です。ではこのサップグリーンにパーマネントイエローレモン、黄色が今2色あるんですが、明るい方の黄色を入れます。これだとまだ足りませんので黄色を入れます。鮮やかな黄緑になりました。ではこのサップグリーンに青系を足します。まずプルシャンブルーです。こちらのプルシャンブルーは緑に足すと緑が青々とします。プルシャンブルーはこんな色です。それからウルトラマリンも確認しておきます。こちらはウルトラマリンライトになります。ウルトラマリンライトはこんな色です。それからウルトラマリンには2色ありまして、今こちらがライトなんですが、ちょっとディープも使います。ディープをここに入れておきます。ディープになります。ではこちらの色をサップグリーンに足していきます。プルシャンブルー、緑が濃くなりました。もっと足してみます。もっと深く緑という感じの色になりました。サップグリーンとまずライトの方から混ぜてみます。こちらがライトを混ぜた色です。もう少しウルトラマリンライトを混ぜます。緑が深くなりました。次にウルトラマリンディープを足してみます。サップグリーンとこちらがディープです。もっとディープを足してみます。こちらがウルトラマリンライトをサップグリーンに足した色で、こちらがディープですね。ライトよりもディープの方が混色した後の緑が暗くなります。深みと暗さが出ています。では次にサップグリーンとこちらのイエローカーを足します。イエローカーは黄色が渋くなった色です。これがイエローカーなんですが、これをこのサップグリーンに足します。このような色ができます。もう少しサップグリーンを足します。こちらがサップグリーンに黄色を足した混色なんですが、それと似てます。ただこちらは明るく綺麗になるのが、こちらは明るくはなっているんですが色が渋くなっています。次に茶色を加えていきたいと思います。茶色は赤茶と焦げ茶があるんですが、バーントアンバーの方、焦げ茶の方を足してみます。バーントアンバーはこのような色ですね。これとサップグリーンを足します。こちらのイエローカーを足したものよりももっと渋くなっています。もっとサップグリーンを足します。渋くて暗い色になっています。ただこちらの色も自然界の緑ではよく出てくる色ですので、とても綺麗な色です。それから影に使うシャドウグリーンを確認します。
シャドーグリーンはこれ1色だけで緑の暗い色ですので、このまま使えます。このような色ですねがシャドーグリーンです。シャドーグリーンも、サップグリーンと混ぜてみたいと思います。もう少し多くシャドーグリーンを足します。はい、このようになります。こちらは緑の影に使える色ですね。ではですね、暗さがちょっとこのシャドーグリーンだけだと足りない部分がありますので、青と茶色を混ぜると真っ暗な色ができますので、それを使います。ウルトラマリンディープです。それとファーンとアンバーですね。こちらを混ぜるとこのように真っ黒の色ができますですね。こちらの色もサップグリーンに混ぜると非常に暗い緑ができます。こんな感じですね。とても綺麗な暗い色です。でこの色に、これは今混色して作ったんですが、ペインズグレーという色がありまして、これがこれと似てます。こんな真っ黒の色ですね。ペインズグレーとサップグリーン。この辺になってしまいます。このような暗い色ができますね。シャドーグリーンと似たような色ができます。もっとペインズグレーを落とします。真っ黒の色ができます。それからですね、ホルベインの絵の具に、こちら今ここに入っているんですが、パーマネントグリーンナンバー1というこの鮮やかな黄緑があります。ちょっと今日はこれを使ってみたいと思います。まずですね、サップグリーンがこんな色なんですが、そしてこのパーマネントグリーンナンバー1と比べるとこんななんですね。はい、パーマネントグリーンナンバー1は非常に鮮やかな緑です。このまま使うとちょっと自然界の緑とは離れてしまっているので、混色をして使いたいと思うんですが、このサップグリーンとこれを足してみます。はい、そうするとですね、このような色ができます。こちらのサップグリーンよりも鮮やかで、このパーマネントグリーンナンバー1よりも落ち着いた色になっています。こちらの色をですね、今回の写真のツツジの葉の色に使いたいと思います。では、ここにいろいろ出しました緑を使って風景を描いていきたいと思います。